水産科学研究員の美濃さやかです。深海底熱水活動域に生息している微生物の生理生態やその系統分類について研究をしています。今までは陸生細菌が農業とかに関わっている土壌に住んでいるような微生物が N2O を還元する能力あるっていうのはよく調べられてたんですけども、熱水湖環境から分離された微生物もそういった能力を持っているものがいるってことが分かってきました。亜酸化窒素は、二酸化炭素、それからメタンに次いで3番目の温室効果ガスとして知られています。陸上細菌が不得意とする条件で熱水湖環境の微生物が N2O を還元できるということが見えてきたんですね。熱水湖環境の微生物の持っているその特性を生かして何かしらその応用できる技術に活用できるのが考えられるかなというふうに思ってます。例えば水処理施設だったりそういったところで例えば微生物をそのまま使うのか、それとも微生物から持っている酵素だけを利用するのかとか、そういったところの方法は何個か選択肢あるかなと思うんですけども、船でその熱水湖環境がある海域に向かってでそこから無人潜水艇もしくは有人潜水艇で深海の方まで潜ってでそこでサンプルを採取して船に持ち帰るっていうような形でサンプルを採取してます。海底の熱水活動っていうのは、基本的にはその地球のそのプレート運動によるもので、プレートがこう沈み込んだり、あと生まれてくるところにそういう熱水湖環境っていうのが形成されるので、そのあたりですね。日本周辺では沖縄近海の沖縄トラフであったり、あと国外だとマリアナ海域のマリアナトラフと、あと、インド洋、それから東太平洋といったところですね。微生物は今まで細胞サイズが小さいかつ、数が多いので、地球上のどこにでも分散できるっていうふうに言われてたんですよね。ただよく熱水湖環境のその微生物を遺伝子情報解析をもうちょっと詳細にすると、どうもそうじゃなくて微生物にも動植物と同じような形で分散の制限があってでそれによって地理的隔離が生じてそれぞれの場所で種分化しているっていうようなことが見えてきたっていうところです。海に行くことですごく自分がちっぽけな存在であることをすごく痛感するんですね。もし自分がこれ海に落ちても何もできないし、できないけれども、でもこのちっぽけな自分でも研究でその社会に貢献できることがあったらいいなとかっていうふうに思います。水産学部に入ってで学生実験だったと思うんですけど、その海水を自分で顕微鏡で見るっていう実験があったんですけど、そこで初めてその自分の身近な海水の中にこんなにもたくさんの微生物がいるんだっていうことに衝撃を受けたのがきっかけですね。新しい微生物が分離できてきたとか、今まで報告のない微生物、そういうのが自分の手元で育っているとか、あとはこの微生物面白い代謝を持っているとか、もう世界の中で今自分しか知らないことがここに起きてるっていう時が一番ワクワクします。一旦休息を取ってで研究からちょっと一歩引いてで北海道の美しいその景色とか自然を楽しみに行きます。大沼の日暮山っていうところがあるんですけど、そこからの景色が好きです。ちょっとリフレッシュできるというか、はい、好奇心とあともう興味を持ち続けてほしいなと思います。自分自身の五感でそれを理解できるように、その外に出ていろんな
ことにチャレンジをしていってほしいなというふうに思い